ゴジラマイナスワン見てきました。どうも、太郎にお任せ太郎です。ちょっと今回はね、緊急動画的な感じで撮らせてもらってます。というのをですね、ゴジラマイナスワンちょっと良すぎて、まず見てない方、劇場で令和ゴジラ見てきてください。まあ、IMAX 価格じゃないんで、IMAX じゃなくてもいいんじゃねえかみたいなツイート見たんですけど、僕はグランドシネマサンシャインの IMAX で見てきたんですが、マジで怖かったっすね。僕ね、シン・ゴジラを見たときに、まだグランドシネマサンシャインできてなくて、ちっちゃい頃のシネマサンシャインで見たんですけど、ね、ゴジラがドーンと出てきたときに、画面が小さくて、ゴジラの迫力がね、ゴジラちっちゃくないって思っちゃったのがあって、で割とそれが若干のトラウマでね、ものすごいシン・ゴジラ楽しかったんですよ。だから、だったらもっとでかいスクリーンで衝撃とか恐怖を味わいたかったっていうのがあって、今回はね、もう初っ端からグランドシネマサンシャインの IMAX で見てきたんですが、でかいスクリーン、激おすすめですね。はい。で、まず、見てほしいですね。で、見る前の注意点としては、昔の僕がね、かなり最初の方の動画で、なんか冒頭チューニングの重要性みたいな話をしてるんですけど、最初の数分で、今作ってこれぐらいのリアリティラインでいくんだとか、ここが主軸になるんだなっていうのを、いい映画は基本的にその冒頭で必ず提示してるんで、今回もちゃんとね、提示された、その設定感だったりだとか、その世界観、リアリティラインみたいなところがちゃんと提示されてるんで、まずそこにちゃんと合わせてから見たらもう最高だって言えるような映画になってるんじゃないかなと思います。ここまではまだ見てない人劇場に GO ですね。はい。で、これ以降ちょっとネタバレありで感想喋っていきたいなと思うんで、本当おすすめなんで、はい、じゃあここからネタバレありです。ってことで、ゴジラマイナスワン見ましたでしょうか？いや結構ね、基本的に賛否両論のうちの3なんですけど、P のね、マイナスな方のレビューとかもちらちら見えるんですけど、これは完全に名作に入ると思っています。もう、神木隆之介の、頼む死なせてくれっていうのが、もう泣けて、いや、ゴジ泣きとかじゃなくて神木隆之介泣きなんですけど、もうね、本当に情けないやつなんですよ。もうね、その情けなさがもう心に来るというか、もうめちゃくちゃ、神木隆之介になった気分で見てたんで、もうね、もう何から何まで自分の弱さというか、情けなさのせいで、こう、周りが苦しんでいくように自分が感じるというか、この映画って基本的にこう神木隆之介からの視点の映画、主観的な映画だと思ってみるとすごいすんなり入ってくると思うんですよね。例えばゴジラって一体じゃあ何だったんだろうとか、その最後のラストシーンの意味とか、ラストシーンはね、正直ね、別にエースお約束やっただけだと思ってるんで、とか、なんて言えばいいんですかね、主観的に見たら、主観的な物語なんで、やっぱそこら辺のご都合主義みたいなものも、やっぱ神木隆之介から見た現実なんですよ。って思ってみれば、もう100点満点の出来かなと思います。言いたいの分かります？もうね、10万ぐらいから、もう俺の気持ちはこう、頼む、死なせてくれ、頼む、死に場所をくれって思って見てたんですよ。でも本人はやっぱその生存本能というか、生きたいっていうのがあるんですよね。生きたいっていうのはあるんですけど、理性では死にたいんですよ。もう死にたいっていうか、死ぬ大義とか、死ぬ場所を提供してくれ、頼むっていうのがもうずーっとあって、浜辺美波を嫁に取らなかったせいで浜辺美波、死ぬじゃないですか。後半のどんで返しというかあれがありますけれども、自分がちゃんと男女の仲になって家族になろうって覚悟を決めてたら、浜辺美波は死ななかったんですよね。自分が不甲斐ないせいで浜辺美波を失い、
その自分が打たなかったせいでその立花というか最初の整備班のメンバーを失い、まあこれでも主観ですからね。別にあの時に銃撃ってたらゴジラに勝ててたかって言われると別に多分そんなことないんですよ。特攻をせずに帰ってきて、そのお前ら軍隊が不甲斐ないせいだって安藤サクラになんかめちゃくちゃ言われて、お前が不甲斐ないばかりに私の子供たち3人も失ったんだみたいなね言われて、その自分のどうしようもない情けない部分のせいでこうみんなを苦しめてるみたいな感覚になってるわけですよ。実際は違うんですよ。でも実際は違うけど、神木隆之介の目からはやっぱ自分の不甲斐なさ、情けなさ、本当に情けない男でしたね。そこのせいで本当に死にたいってずっと思ってるのをこうひしひしと感じてしまって、新生丸でしたっけ、木造船でゴジラと再会するじゃないですか。でその時にこうコアゴジラってなるのと同時に、なんかこう死に場所が見えて嬉しくなった気持ちがあるんですよね。もう俺神木隆之介として見てるからね、こうやって神木隆之介としては今まで死ねなかったっていうその負い目があって、でついにその死に場所が目の前に現れた、ここだろっていう時もでもまた手が震えるんですよまあ多分PTSD みたいな話でしょみたいになるんですけど、あれはやっぱその神木隆之介の臆病さというか情けなさから来る震えだと僕は勝手に思ってるというか、そのやっぱ神木隆之介から見たらね、結局手が震える恐ろしいっていう、あれは生きたいっていう本能の部分ですよね。あんなその死に場所が目の前に現れてもやっぱり生きたいと思ってしまう情けなさというか、情けなくてダサいからこその美しさがもう僕はね心を打たれてしまいまして、で、まあ、終盤に差し掛かってこうみんなで生きていこうみたいな作戦会議のシーンあったじゃないですか。あそこでもう完全に覚悟みたいなものを神木隆之介は決めてるんですよ。花辺美波がゴジラにやられちゃってもう生きてちゃダメだっていうのを理性で確信したから、ここが死に場所だって言って死のうとしてる神木隆之介がずっと真顔で会議場にいるんですけど、あれがあそこのね演出ちょっと僕はあんま納得いってないというかあくまであれは神木隆之介の主観の物語だと思ってるので、あの時神木隆之介にこう周りがなんか俺たちが貧乏くじを引いたとしても頑張るんだみたいな言ってる言葉は絶対聞こえてないはずなんですよ。もうどうでもいいノイズだと思ってるんですよ。来た俺の死に場所、俺はこれで死ねる、これで苦しみから解放されるってまあ思ったはず、思ってたから、絶対そこで周りが未来のためにとか言ってる綺麗事言ってることは絶対に耳に入ってないはずなんですよ。結局蓋を開けてみたら死ねなかった人たちの戦いなんですよね。でなんかさっきゴジラのレビュー記事とか見て、ゴジラも死ねなくなってたっていうのを見て、もうだからもう完全にそうですよね。あの映画は死ねなかった人たちの戦いなんですよ。その神木隆之介のその情けなさがもう泣けてくるんですけど、そこからこうね立花っていう整備班、その島ゴジラに襲われた時の唯一の2人、唯一じゃないですね、2人の生き残りのうち1人にもうなりふり構ってられずに、お前のせいで玉砕したんだみたいな悪口書いて手紙送っておびき出してみたいなことをやってまで立花を呼んだと。あれはもうあそこでなんでしょう、行動はもう完全に自分を特攻させようとしてますよね。だからついに見つけた死に場所に共感してくれるのはもう立花しかいないっていうのが分かった上で立花を呼んでいて、ただね結局その特攻して死ぬんだというか、死ぬことが神木隆之介にとっての今度は逃げになってるっていう、ものすごいその死ぬという意味が逆転するというか、生きるという意味が逆転していくというか、
そこがすごく面白くって、国のためとか仲間のために死ぬ機会があったのに死ななかったっていう負い目から、今度はそこから解放されるために死にに行こうとするんだけど、僕はね、さっき言った通り中盤から頼む、神木隆之介を死なせてください、お願いしますって思いで見てたんですけど、立花現れたあたりで、これは生きて苦しみを背負うパターンだって思いつつそうですね、オッケーオッケー見えてきたってなったんですけど、結局なんか演出的に立花が勝手に脱出装置でもつけたのかなって思ったら、どうやらもうそこの説明もちゃんとされてたと。脱出装置つけてるから、でお前は生きろと言われて脱出するんですけど、最後ね、あれは逆なんですよね。あそこで特攻しなかったっていうのは立ち向かう覚悟を決めたんですよ、神木隆之介が。現実に生きて償う形で、その苦難の生きるを選んだっていうシーンなんですよね、あそこはね。今回は恐怖とか絶望から逃げるのではなくって、生きて立ち向かうという決断をして脱出するんですけど、やっぱ主観の物語ですかね。ご都合主義とか言わないですね。だからこそご褒美が待ってましたよと、浜辺美波生きてましたよっていうラストで、もう僕はもう心がブワーですよ。いいんですよ、SF な要素とかご都合主義だろとか、もうそんなの僕は神木隆之介だからわからない。僕は神木隆之介だから生きるっていう決断をしたら浜辺美波が生きて帰ってきたと。もう知らない。ゴジラ細胞 G 細胞がここに映ってるとか知らない。いいんだよ、もう本当に。浜辺美波が生きてたぜ、よかった生きててっていう最後ですよね。だから僕はあれだから神木隆之介プラスワンプラスゴジラっていう、映画でしたよねっていうところなんですけど、めちゃくちゃ僕は面白かったし、シン・ゴジラにハマってない人にもおすすめしたいというか、映画としてちゃんとできてたっていう感じですね。ただマイナス点ないな。マイナス点は気持ち的にはないです。もう僕は神木隆之介になってたから、俺はね神木隆之介だからそのご都合主義にもう感じないし、演技がどうとかも感じない。俺はもう神木隆之介だからね。神木隆之介としては死にたいじゃない、死なせてくれなんだよね。でなんで死ねないか、なんで自殺しないんだって、弱いからなんだよ。自分は弱くて、もうその自分では死ねないの、もう。で生きろっていろんな人に言われてきたから、生きなきゃって思いつつ、本当に死なせてくれって心から思ってて、でも本能では生きたいっていうものすごい矛盾でぐっちゃぐちゃなんですけど、最後ね、生きるっていうことを選択したことによって浜辺美波が帰ってくるっていうね、すっげえいい話だったなって僕は思いますと。頼むから死なせてくれってこの気持ちをわかりますよね、見た人中盤ぐらいから頼む俺を殺してくれ、頼む死に場所をくれって、ゴジラ、よかった、やっと死ねるって思いませんでしたね。でもやっぱ死ぬのは許してくれないですよ。生きなきゃいけないんですよねっていう、すごくいい映画だったなって思います。こんなとこですかね。今回は緊急動画ということで、ありがとうございました。